恋愛質問コーナーをですね、募集したんでインスタで答えたいと思います。俺よりいい人がいるよって言って振ってきました。こんちくしょう。俺よりいい人なんかいないんですよ、この世に。恋は盲目って言うじゃないですか。じゃあ付き合ってる時点で、俺よりいい人とか、私よりいい人っていうのはいません。だからこれを使うときは、本当に素直に別れようって言えないから、逃げでって言ってると思いますね。付き合ってる最中にお互いよりいい人なんていません。デート行くときどんな系統の服がいいのかわからない。おしゃれすぎてもおしゃれすぎなくてもダメじゃないですか。俺がデートに行くときはもう全部黒で行くようにします。これ一丁羅って呼んでるんですけど、俺の中で。相手に服をどうこうって言わせない格好をしていきますね。自分の服装がメインじゃないじゃないですか。メインってデートに行く場所とか、デートで行く食べ物とか、何をするかがメインじゃないですか。だからメインを邪魔しない服装で行ってますね。服装で余計なことを考えない服装ってこと。男子が満場一致であの子いいわってなるのどんな子なの？男子が満場一致であの子いいわっていうのは超危ねえだろ、普通に考えて。とんでもない妖怪だと思いますけどね、僕は。どういう子って言われると、八方美人で、愛嬌も良くて、顔も、AKB に入れそうなぐらいで、頭の良さは普通。陽キャでもなく、陰キャでもなくみたいな、テンション感が普通な子。だからもう何をとっても普通。成績も、顔も雰囲気も全部が、10段階5。なのに愛想だけいいやつ。それが、男子が満場一致する妖怪ですね。かっこいい人みんな彼女いる。なんか、美男美女とかって、築浅物件だと思うんですよね。で、なんか、美男美女に、彼女彼氏なんてすぐできるわけやん、そんなの。だからもう早く、もう入居しないと、もう取られるよ、誰かに、みたいなことやん。なんかもう、だから美男美女とかは、もうすぐ彼氏できて、彼女もいるし、みたいな。てかもう隣が埋まるんだよね。もう本当に、なんか、年季の入った建物とか、駅からバス20分とか、そんな物件なんて余ってますから。美男美女と解きまして、築浅物件と解きますみたいな感じですね。時々惹かれます。いい感じの笑顔を教えてください。笑顔が気持ち悪いねとかっていうのをあんま聞いたことがないし、見たことがないからあんまわかんないんですけど、一番いいのは、ちょっと相手をバカにして笑う笑顔。これ一番大事ですね。友達が小指をぶつけた時の笑顔みたいな。じゃあ、例えば一回やりますね。みたいな。これが、いい感じの笑顔だと俺は思ってるんですけどね。脈ある男全員変える。なんやろな、ある程度、美男美女が損するって結構聞くんですよね、俺。美男美女ってもう最初からもう顔も整ってるし、多分期待値が高い。だから中身もいいし、って勝手に美化されるわけやん。だから、自分が美男美女だと思うやつは、適度に、私そんなにできません。みたいな姿をやっぱ定期的に見せれば、蛙化にならないと思うんで。自分がかっこいいと思うやつとか、自分が可愛いと思うやつは、たまにできない姿を見しちゃおう。そういうこと。仲のいい友達から恋愛対象になるには、結構マジで恋愛として好きって言うかもしれないですね。仲のいい友達って認識してるから、こっちから言わないと多分気づいてくれないと思うんですよね。だから結構マジで、恋愛として好きなんだけどっていう。これ大事なのは本当結構マジでみたいな。だって仲いいからさ、こういうこと言っても嘘だって思われるやん。結構マジでなんだけど、恋愛として好きかもみたいな。こうやって言うかもしんない。俺だったらね。大学の恋愛やばいのってガチでしょうか？ガチですね。現役大学生から言わせてもらいますと、大学内でやる恋愛ってもうクソだと思います。年上に出会いたいんだったらなおさら貸す。大学生ってよく見えるじゃないですか。でもマジで、
見た目は大人、頭脳は子供って言うやん、コナン君とか。それと一緒。見た目は大人で、頭脳は子供。いくら大学生の年上だろうが、本当にコナン君の、よく言ってるセリフ、もうそれと本当に同じ。立ち振る舞いは大人だよ。だけど、中身っていうのはもう本当に心がすさんで、脳内メーカーはエッチ。もうそんな大学生が多いですね、男なんて。俺の友達もみんなそうだったんで。脳内メーカーのひどい版って思ってもらったらいいんじゃないですか。映画3回も行ったのに付き合うことにならないのは映画友達ってことか。まあ映画3回行って、もし自分が好きなんだったらもうなんか、映画館が暗いしわかんないからちょっと、もう手とか繋いじゃったら、それがもう手、もう当てちゃえば。あーみたいな。映画館なんか、気まずくならないんだから喋んないし、無言の時間が気まずいとかって、そんなんないやん。映画館なんか無言当たり前だからさ。だからもう言葉で責めるんじゃなくて、もう行動で責めるみたいな。だからもうちょっと、触れちゃえば、大学生みたいな男の人が苦手。どうやって恋愛するか。大学生ってまあ結構見たらわかるんですけど、そういうのって。でも、俺はもう大学4年生で、もう大学生ソムリエって言われてるんですけど、大学生っていうのを簡単にもう3秒でスワイプで見分けれるんですけど、ピラミッド層でいう土台はもう大学生でしょ。で、それもそのピラミッドをこう、積み上げていくんですね。余った大学生が多分、もう上位層だと思うんでこの人はかっこいいって自分の感性で思える人を、残して、話しかけたり、アタックしたり、していったらいいんじゃないですかね。情で付き合ってる。何年も付き合って、歴が長いと、もうなんていうかな、ドキドキとかの気持ちじゃないですよね。情で付き合ってるっていうのは、またお前か。みたいな。ここまで来ちゃったら別れれないとか、そういうことですよね。自分と相手の友達までもが、私たちのことを応援してくれてるみたいな。めちゃくちゃ。このまま行ったら結婚するよとかさ。同棲しちゃいなよとかさ。周りの友達がおだてればおだてるほど、情で付き合ってるその情の部分が強くなると思うんですよね。だって周りの期待を裏切りたくないっていうのがやっぱあるじゃないですか。結局周りの声をやっぱ受け入れちゃう、気にしすぎれば気にするほど情が高まるってことですよね。100均のものだった。これ何がおもろいって普通な彼氏っていうもうなんかクリスマスプレゼントが100均のものだったから、もうとんでもないイケメン彼氏だとしても普通な彼氏ってもう出ちゃってるっすね。これ多分プレゼントの内容がめちゃくちゃ豪華なものだったら、多分その最初の始まりが違うと思うんですけど過去に友達が、誕生日プレゼントでキャンメイクのリップを1個もらったみたいな。キャンメイクって層で言ったらどれぐらいなんすか？美容層って言ったらコスパがいい層ってこと？キャンメイクとかって何円で買えんのかな？キャンメイク300円ぐらい？もっとする？ちょっとわかんないんですけど、値段じゃないんですけど、多分めっちゃ安いとか言って怒ってた記憶があるんだけど、僕だったらキャンメイクのリップを1個だけもらったとしても自分で満足したい派なんで、向こうの誕生日はちゃんとしますけどね。なんかどっか旅行行くとか、どっかにホテル泊まるとか、ホテル取るとかでご飯食べに行ってみたいな、めっちゃしたいんですよね。たとえ300円のものでもね。青葉くん的にはありかなしか、全然ありですね。なんか一回付き合った人とはもう遊びたくないとか、一回付き合った人とは復縁したくないって決めたくないんですよね。縛りや言うたら、もう一回付き合ったから付き合えないってわけじゃないんですよね。だから何があるか分かんないと思ってるから、自分の気持ちに縛りをつけたくないのが一番思ってるから、復縁はありですね。毎回付き合う前に自然消滅しちゃう。3回付き合う、遊ぶまでに勝負を決めろって言うじゃないですか。告れみたいな。3回遊んだらもう告れよって言うじゃないですか。でも本当にその通りだと思うんですよね。遊ぶ約束も一緒で、なんかスパンが空くと遊びたくなくなるやん。
人間。俺遊びたくなくなるんですけど、人間って大体そうやん。怠惰なものやん。だから、めっちゃ気になる人とか、めっちゃ遊びたいと思う人でも、なんやろうな、遊ぶ約束が2、3週間前だと、もう遊びたくないんだよね。告るまでのドキドキって多分3回遊ぶまでなって思ってるんだよ。4回目、5回目、6回目とかなるともうドキドキがもうドキになって、動になって、闘になるんですよ。ドキドキの気持ちが薄れていって自然消滅しちゃうみたいなことだと思うんで。てかそのドキドキの時にもう告っちゃえばもう、それで OK。返信遅すぎる男子。家でダラダラマック食って寝てますよ。青くんは好きな人諦めれるか。諦めれますね。多分。なんか僕はあんまり人に興味がなくて、そもそも、もう男の人にも女の人にも、あんまり興味がなくて、なんか仲いい友達とか、には興味があるんですけど、だから、俺が例えば好きな人ができても、結果的に諦めれるんでしょうけど、結構忘れちゃうんで、連絡とかしばらく取らなかったら、好きな人でも、なんかその好きな人の存在を忘れるんだよ。1週間、2週間、1ヶ月ぐらいかな。連絡、好きな人ともし取らなくても、その好きだったことを忘れるっていうか、1ヶ月も取らなかったら好きだったことも忘れるし、好きな人だったっていうのも忘れるんだよね、俺。それなんか人に興味がなさすぎて、諦めれるっていうか、過去に絡んだことある人、みたいな感じでなっちゃう。B 型獅子座の人に恋したんですけど、どんな正解ですか？知らねえわ。仕事中も頭の中好きな人でいっぱいでミスるし、何も手につかない。やっぱ付き合うと、勉強できなくなる、仕事できなくなるとか、結構支障が出るタイプですよね、多分。多分俺も同じなんですけど、好きな人いるからいっか、とか、彼女彼氏いるからいっか、みたいなマインドになるんですよね、俺。何をしてても、好きな人っていうのがなんか生活に入り込んでくるんだよね。なんか何を食べるにしても、何を買ったにしても、何を着るにしても、生活に好きな人が入ると、マジしんどい。この食べ物もあいつも食ってたなみたいな。例えばね。この洋服のブランドあの子着てたなみたいな。こいつが着るとかわいいな、かっこいいなとかなんか考えるとなんかしんどいよな。なんか俺、同居してないのに同居してる気分になるんですよね。俺、お前と一緒に暮らしてねえし、みたいな。なのになんで、何をするにも、お前浮かんでくんのみたいな感じになって、ワンルームの部屋が 1LDK とかなってるんですよね。頭の中では。で、それが結構しんどいんですよね。だから好きな人できたら、好きな人10割になる。10割好きな人だから、11はオーバーしたらダメやん。なんかオーバーするんだよ。俺らって。だから、彼氏彼女10だから、11、12、13とかもう残業になっちゃうからさ、めっちゃしんどいですよね。結局モテる髪型ってなんすか？結局モテる髪型は、男の子はマッシュで、女の子は巻き髪わかんねえ。男はマッシュやと思うんだけど、女の子って何なんだろうね。巻き髪だと思います。はい。これが日本の、平均トントン。ポニーテールとか、ショート、ボブ、アップバングとか、ロン毛とか。知らん。私絶対冷めないって言ってた子に冷められた。ありますね。これ、よく、習います。国語の授業とかで。私絶対冷めない活用と、私から振らない活用。こんなに好きになったの初めて活用。これ結構国語の授業になるんですけど。そういう系って、自分を守るために言ってるんだと思うんですよね。私は絶対冷めないよっていうのは、私は冷めないからあなたも冷めないでねっていうマインドコントローラー。私から振らないよっていうのも、私から振らないからあなたも私のこと振らないでねっていうコントローラーと、こんなに好きになったの初めてっていうのも、こんなに好きになったの初めてだからあなたも同じ熱量でいてくださいねっていうコントローラーだと俺は思ってて、だから結局自分を守るための嘘って言うんですよね、こういうのって。はい。
自分に自信がないければない人ほど、やっぱそういうことを言って、同じ熱量でいてねっていうコントローラーなんですよね。まあそういうこと考えるとしんどいです。本当に僕もそうやってひねくれて生きてきたので、まあそういう言葉のあやというか、そういうのがなんかあるんじゃないかと思うと、やっぱり、はい。生きてて辛い。飲み会でモテる子。まあよく言うサラダを取り分ける人とか言うやん。でも俺全然好きじゃなくて、そういう人。まあもう男側って、なんだろうな、ちょっと顔良くて、ちょっと相づち入れて、ちょっとおもろい。これが一番モテると思うんですよね、男って。だけど、その立ち回りの男あんま好きじゃないんですよね、俺は。まあ実際俺がそうだから、まあ嫌いなんですけど。そのちょっとおもろいことを言える場を作れる人間が俺めっちゃ好きで、この子がいいってフォーカスを当てれるのを作る人間が好きなんですよね、俺。だからちょいおもろい、ちょい顔いい、ちょい喋るぐらいの人間は結局モテるんだけど、そうなったのはなんでっていうきっかけを作れる人間がめっちゃ好きよ、俺は。だからそいつが本当はモテるべきなんだよね。うん。一番美味しいところを持っていくために作られたこのやつが本当はモテるべきなんだけど、まあ、実際そういかないじゃないですか。それはなんで系、元をたどればっていうのがやっぱ好きですね。青くんの青葉くんは青葉ですか？青葉。年上から好かれる方法を知りたいです。いや、年上は敬語と敬語じゃなタメ口を混ぜる。それはなんか恋愛においてじゃなくても言えるんですけど、敬語8割ぐらいで言うけど、なんかタメ口も入ってんのこいつみたいな。みたいな。なんか向こうが、なんか、みたいな。違和感を覚える。違和感感じるな、ぐらい。で、指摘はしないけど、なんかちょっとタメ口だな、みたいな。感じを使うと、結構仲良くなれるっていうか、男の付き合っちゃうは本気冗談気持ち悪い。ファイナルアンサーってことでしょそれなんか。付き合っちゃうファイナルアンサーって聞いてるようなもんやん。振られた時に、まあ、保険をかける言い方じゃないですか、まず。だから、振られてもいいように付き合っちゃう軽く。ファイナルアンサーみたいな感じで言ってると思うんだけど、本気って言っちゃえば多分付き合えると思うけど、いや、無理って言ったら冗談って言われると思いますけどね。今までお付き合いが最長で2ヶ月。これバイトと一緒ですね。バイト感覚で、付き合ってみたらいいんじゃないですか。なんか、相手の嫌なところが見える、まあ2ヶ月目とか3ヶ月目とか、バイト先でもなんか、いろんな人と顔合わせるのがしんどいとか、やることを覚えるのめっちゃ多いみたいな。まあ、そんな感じで、それで別れたら、別に仕方ないね、みたいな。だって、覚えること多いんだもん。青くんの付き合うにはどんな努力が必要なんですか？別になんか、じゃあ例えばよくある、リスナーと付き合うのはありですかみたいな。フォロワー付き合うのありですかみたいな、もう全然、なしではないんですよね。で、それはなんか、色恋営業をしたいとか、色恋運営をしたいとか、そういうわけじゃ、マジなくて、本当に、自分を縛りたくないのが一番かな。っていうのがあって、なんか別にそれ決める何があるかわかんないから、なんかファンだから好きになるのはダメとか、そんなんなくないまあ普通に人生何があるかわかんないじゃないですか。なのに、ファンだから恋はしないとか、そんな決めつけたくなくて、自分を自由にさしたいっていうのが一番ですね。キーイコール付き合うってならない人は何？まあ、やりたいだけ、彼氏が下戸好きで飛びそう。カエル化ってことかな。別にカエル化って付き合ったらカエル化ならない。ならなくない？それも可愛いとかなるやん。その一番キモいのって付き合う期間、付き合うまでのその探り期探ってる時に下戸行動されるとまあ飛びそう、嫌いになるけど付き合っちゃえばそれも可愛い。青い鳥症候群のもっと理想のタイプがいるんじゃないかこれマジ男の人が AV 探すのと一緒ですよね多分。もっと俺の好きなジャンルがあるとか好きな顔があるって言って探すのと一緒で、なんだそれ能力で見てるってこと？なんかさ、
スペックとかで見てる相手をなんか条件とかでさこう見てるんじゃない？中身が好きとかじゃなくて条件で探してるのかもしれないですね。異性と対面でご飯が食べれないカウンターオンリーってこと？俺は対面じゃないと嫌な派なんですよね。カウンターでじゃあ横並びでご飯食えるっつったら無理じゃない？そっちの方が嫌なんだけど、食べてる姿とか食べられてる姿を見たくないってことかな。なんか緊張して味がしないとかだったらわかるんだけど、なんか汚いんじゃないかな食べてる姿とか、相手を不快に思わせてんのかなって、思うことは僕もありますね。そういうのがあって対面じゃ無理ってことかな好きになれたらスーパーボールじゃなくてモンスターボールで捕まえられるのかという気になり弱いポケモン認定してしまいます激ヤバ思考回路なんですがどう思うか。ちゃんと弱いポケモンゲットだぜって思ってる方が好意持たれたからめっちゃ思わせぶりして遊んでやろうっていうやつよりかは全然立ちいい良くない雑魚ポケモンゲットみたいな、そういうノリで消化できるんだったらめちゃくちゃ思わせぶり遊びに男とかよりも全然いいと思いますけどね。モンスターボール、いやマスターボールで捕まえれるそのグラードンとかが欲しいってことでしょ。なんかチコリータとかいらないってことでしょグラードンに対してモンスターボールを投げないといけないんだけど、あなたはてかチコリータに一生マスターボール投げてるわけやんそれはダメなんだよ多分。本当に強いポケモンにモンスターボールで挑め。じゃあお前はそういうことだ。チコリータなんかをマスターボールで捕まえてはいけない。とんでもないほど飽き性。バイトみたいな感じでお前とは2ヶ月契約、お前とは3ヶ月契約みたいなんで、まあいいと思うんですよね。そんな合わないバイト先だっていっぱいあるじゃないですか。ここのバイト先めっちゃ続けてみたいな、社員があったかいみたいな、そういう時ってやっぱ来るんで、そんな時に大切にしてあげれるのであれば別にそれまでの過程はそんなに飽き性でも全然いいと思いますけどね。ここら辺で終わりたいと思います。なんかまた次は次何しようかな。次なんか恋愛以外で次決めてんだよね。人間関係の質問系やりたくてめっちゃ人間関係こうなんですけどみたいな、恋愛じゃなくて人との関わりみたいな道徳の授業ですね次回はまた会えたらなって思います。では皆さんありがとうございます。てんてれれれんてんてんじゃあな。